皆さんこんにちは。南インド古典舞踊家バラタナティアムダンサーのエリナです。明けましておめでとうございます。2025年が皆さんにとって良い年になりますように、皆様のご健康とご多幸をお祈りしております。年末年始は皆さんどうお過ごしになりましたか？私は、年末年始に、バンコク、タイのバンコクとインドのチェンナイに行ってきました。でいろいろお買い物とかもしたのでご紹介したいんですけれども、まずちょっとまたねちょっと鼻声ですいません。健康は宝ですね。で、年末すごい忙しかったんですね。で、年末にクリスマスツリーをちょっとね、もうクリスマス終わっちゃったけど、ミニクリスマスツリーを作ったんですね。なのでせっかく作ったのでお見せします私台湾のなんだっけ、ジョン・ホアイーだっけ、中華画芸って言って台湾生け花を習ってるんですね。でそこで台湾のお花の先生がクリスマスツリー作りたい人って言って、で私作るって言って用意してくださって作りました。すごい可愛くないですか？すごいいい匂いするんですよね。でなんか生の木をなんかこのスポンジにどんどん刺していって、でこの木とこれはもうこういう風に土台があって用意してくださって、これにスポンジを刺して、でなんか花を生けるスポンジあるじゃないですか。だからこれにお水入れなきゃいけないのかなと思ったんですね。そしたらもう全然入れなくてこのままドライフラワーにみたいになるとか言って、でこのなんか菊みたいな花もなんかこのままドライフラワーみたいになるって感じで、このままどんどん刺してって、すごいいい香りがするの。なんか2種類使って、でなんかこれとかも枝を切ってこのくるくるって麻紐で留めただけ、それも可愛いですよね。なんかそれでこれを真ん中になんか針金刺してピュってどんどんなんか枝とか針金でピュって刺していくだけなんですけれどもね、このコットンの綿の花とかなんかすごい素敵な材料を用意してくださって、本当に素敵になりました。すごい可愛い気に入ってます。もうこれずっと一年中飾っとこうかなクリスマスじゃなくてもね、松ぼっくりもあるし可愛いね。この赤いのもこれもうドライになってる。可愛くできました。でもこれ作って帰ってきたら早速なんか子供がこれになんか誰かうちの子こういうの見るとなんかなんだっけ、昆虫のおもちゃを置きたがるんですね。しかもなんか雲とか蝶々とかじゃなくて雲とかなんか変なやつ、なんかもうやめて、これには置かないでって言って、でもう一個大きいクリスマスツリーがあるので、そっちのはなんか全然おしゃれじゃないやつそれをそっちに置いてって言ってこっちは大事に飾っておきました。なんかこれとかもすごい可愛くないですか？すごいいい匂いね。なんかホコリがかぶってダメになるまで飾ろうかなそれかまた来年ダメかなこれね。でもすごくね、でなんかこれ大麦だったっけな、ハトムギか、ハトムギとかもなんかね可愛い、この丸のやつ、こういうのも作りました。クリスマス気分でね。という感じで、こういう感じでクリスマスを楽しみました。クリスマスには台湾にいなかったんだけど、ということでここに飾ろう。今日はこれなんだっけ、ヒョウ柄のあれを着てます。コート。関西のおばちゃんもびっくりですよねチェンナイで買いました。
でまずバンコクに行ったんですね。でバンコクはお友達が住んでて、子供いる前に行った時は、なんか子供いる時とまた違うじゃないですか。で子供と一緒に行って水族館に旦那が連れてって、旦那が夫が水族館に子供を連れてって私とお友達は買い物をしたんですね。でウィーケンドマーケット、週末市っていうんですか、ウィーケンドマーケットに連れてってくれたんですね。で電車乗って行ってすごい楽しかったですね。なんかすごいもうちょっとなんかねカオスなイメージだったんですけど、前は前行ったのいつのかな、もう10年前かもしれないですね。10年前に行った時はもうちょっとなんか汚くて雑多なイメージがあったんですけれども、駅からもうすごい近いし、すごいおしゃれなものがいっぱいあって、もう楽しかったですね。もっとお金使いたかったです、いろいろとね。でも予算は限られてますので。で友達が、私タイのスワンカローク焼きが好きなんですね。でお友達がなんか事前にスワンカローク焼きあるよって言って買っといてくれて、タイってベンジャロン焼きが有名じゃないですか。なんか特別なねセレモニーとかそういう時に使えばいいんでしょうけど、なんかそういうもうなんか子供がいるとね、なんか言い訳ですね。そういうことをね全然しないので、なのでどう使っていいのか分かんないですね。なんかおしゃれな使い方があったら教えてください。でスワンカローク焼きが好きで、なんとなく骨董なイメージがあるじゃないですか。なんかスワンカローク焼きってで欲しいなと思って事前に買っといてもらったんですね。で、どういうのを買っといてもらったかっていうと、これライトがここまでしかないからバレちゃいますね。ライトないとねもうひどい顔なんでライト使ってるんですね。こういう感じの綺麗ですよね。かわいい。なんか骨董じゃないのに骨董感があるっていうか、顔隠さないとダメですね。焦点がこのね模様も可愛いですよね。でこっちはねお皿も買っといてもらったのね。こっちはツヤがある、こっちない。ツヤありツヤなしね。でもこれちょっと小さすぎたかな。もうちょっと一回り大きいのが良かったかもしれないですね。やっぱり行って買うのがいいですね。でもなんかあんまりないみたいで、なんか入ったらすぐ結構売れちゃうみたいで、あとこれはおしゃれ雑貨みたいなところで買ってもらっといたんですね。で週末市で買ったのがもう素敵なものいっぱいあって本当に買いたかったんですけれども、買ったのがこのバッグ。かわいい。ほらこうやってボンボンがついてるね。こうやってこれ調節できます、長さ。これつけてずっとね歩いてました、チェーン内で。こうやって斜め掛けしてかわいいね。中は赤ね。でもなんかインドでこういうの買うとすぐ壊れちゃうじゃないですか。やっぱチャックは YKK ですよね。でも YKK じゃないからすぐ壊れちゃうかもしれない。でも可愛いから買いました。でこういう布がこれちょっと日本っぽいですよね。日本のなんだっけ、こういう刺繍ありますよね。可愛い。気に入りました。このもうちょっと大きいサイズもあったんだけど、これ買っちゃったから、これ買っちゃった後に見つけて、大きい方が良かったかもと思って。でもなんかチェーン内で活用しました。これそれから
なんかストラップなんだっけ、携帯につけるやつ。ごめんなさいね、鼻声で豚みたいな声が、鼻がズンズンって言ってて。これなんかね、携帯にこうやってさ、なんだっけ、携帯カバーのところにこれをピッて入れて、でここにカチャンってつけて、ね、でこうやってさ、携帯結構落としちゃったりするじゃないですか。で画面割れちゃったりするから、でこうやって携帯持ってればね、安全で可愛いカラフルでいろんな色あります。でこんなのに入れてくれる。これを週末市で買いました。なんかちょっと80年代っぽいですよね、色がね。可愛いカラフルなものが好きですね。あ、いくらだったっけこれ、値段忘れちゃった。でも結構そんな高くないです。安かったと思います。でも土産にどうかな、なんかね、こういう色物って結構好みがありますよね。どうかな、気に入ってくれるかな。それからそうこのなんだっけ、これなんていうんだっけ、レンゲを買いました。レンゲのベンジャロン焼きのレンゲ、かわいい柄が、こんな感じのね。ベンジャロン焼きってなんかこういうキラッキラのね、コーヒーカップとかhand painted in Thailand って書いてあるね。キラッキラのお皿とかあるんですね。でお皿もなんか縁だけこういう柄がついてるのとかって、なんかそういうのもちょっとおしゃれディナーとかに使ったら、いいのかなと思うんですけど、ちょっと私のセンスでは使い切らなくて、でもこれ可愛いなと思って買いました。これ4つね買いました。値段忘れちゃった、ごめんなさい。あとねバンコクですごい良かったのがハーバーランドっていうところに行ったんですね。室内、バンコクってみんな子供どこで遊んでるのかなって思ったんですね。そしたら室内で遊べるところがいっぱいあって、ハーバーランドっていうところがいっぱいあって、なんかハーバーランドだから港とか思ってよく分からなかったんですけれども、なんか行ったらなんかスーパージャングルジムみたいな、なんか滑り台とかもあったり、なんかなんかジャンプする時になんていうんだっけ、ジャンプして危なくないようになんかスポンジがあるじゃないですか。なんかああいうのがあって、でなんかいろんなこうなんか登ったりとか滑ったりとか、あとなんか漕いで車こう上に行ったりとか、なんかスーパー楽しい、子供が大好きそうなところがいっぱいあって、それがなんか台湾だと狭いんですね。で台湾ではなんか親子館っていうのがあって、日本で言ったら児童館なんですけども、親子館っていうところがあって、ちっちゃい施設がいろんなところにあるんですね。でそこは無料なんですね。多分台湾の居留証があればかな、観光客無料なのかな、分かんない。でその親子館にはそういうところがあるんですけれども、でもちっちゃいんですね。で多分もう幼稚園にまでかな、小学校行ったらもう多分飽きちゃうと思う。でもそのハーバーランドっていうのがもうなんか結構大きい子でも大丈夫、楽しめそうな感じで、なんかボールプールとかもあったりとか、あとなんかバスケ、ちょっとミニバスケもできるようなところがあったりとか、すごい楽しそうで、私もちょっと子供と大人同伴じゃないと乗れない乗り物とか持って
あとなんかすごいトランポリンいっぱいあるところとか、なんかすごいいろんなところがあって、こんなところあるんだ、楽しいと思って。これがなんかすごい暑い国ってやっぱり外で遊べないじゃないですか。だからなんかチェンナイとかインドとか、ね、いろんな国にできたらすごいぞこれはと思いました。ヒットすると思いました。だからね、インドでなんか投資なんか新しいビジネスやりたい人やバンコクのあれを輸入したらいいと思うね、お金があったら私やると思いました台湾どうかな、少子化だからね。いくらだったかな、ちょっと調べて載せますね。まあ安くないですけどね。でもなんか毎日はいけないですけどいいなと思いました。すごい楽しそうだったな。すごい、私もなんかまたなんか子供がいると違うじゃないですか、行くところって。だからなんか新しいバンコク再発見でしたね。あと面白かったのが、バンコクインド人ばっかりだったので、泊まったところがインド人ばっかりで、なんか私が泊まったエリアがインド人のばっかりのエリアだったらしいんですけど、本当にインド人で溢れてて、なんかビザフリーになったみたいなんですね。でなんかインド人大量にいてね、悪い意味じゃないですよ。いやなんかインド国内よりこう旅行するよりコスパがいいんですって。 CP 値CP 値が高いらしいです。まあそうですよね、異国だからなんか全然違う感じ味わえるじゃないですか。でもなんかすごいなんていうのかな、あそこのバンコクの一箇所に全部ギュッてされてて、なんか歓楽街もそうだし、住んでる住居もそうだし、デパートもそうだし、なんか Google マップで行ったらこんな感じですよね。なんか本当にギュッてコンパクトになってて、なんか面白いですよね。混沌としてるっていうんですか、ああいうの面白いなと思いました。バンコクが泊まったホテルがラディソンホテルだったんですね。チェンナイのラディソンホテル、なんかリゾートな感じで、マハバリプラムのねラディソンホテルね、結婚式をそこでしたんですけれどもラディソンホテルがなんかリゾートみたいな感じで、そういうイメージがあったから、なんか行ったらここみたいな感じで、まあバンコク都会なんでね。で1階がパンジャビレストランになっててなんかパーティーがあって、パンジャビらしい人がいっぱいいました。でなんかインドレストランもすっごいいっぱいあって、わあすごいと思って。でなんかスーパーね見たりとか、デパートでねうろうろしたりとか。でもご飯美味しかったですね。やっぱりタイってご飯美味しいなと思いました。なんだっけ、パッタイだっけ、パッタイを食べたんですね。パッタイ食べて、あとなんかチャーハンみたいなの食べて、なんかチャーハンも美味しいし、ただのチャーハンなのにタイ料理美味しいからいいですよね。なんか日本のものも何でも手に入るしいいなと思いました。交通渋滞さえなければ。でもなんか地下鉄とか、あとなんか電車が発達してるからなんか便利そうだなと思いましたね。でその後に川沿いにいたんですね。で川沿いのなんだっけ、夕焼けのお寺が見えるところに行って、夕焼けの川沿い見て、夕焼けに染まるお寺を見て、そこでご飯を食べたんですね。でパッタイ食べてまた美味しかったです。でもなんか川沿いがそのバンコクの中心部と全然違いすぎて衝撃でしたね。なんかバンコクの中心部はなんかもうシンガポールみたいなビルとかも感じなんですね。でもやっぱりなんかちょっと電線とかが出てるのがちょっと子供いると危ないなちょっと触ったらはビリビリってきそうみたいな感じで、歩道はね
ちょっとベビーカーとかだったらちょっと危ないかもしれないですね。でももううち5歳なんで子供が結構歩けるから、歩いて、で子供はトゥクトゥクに乗りたいって言ってトゥクトゥクにも乗れたし、でもなんかその中心部、バンコクの中心部と川沿いがもうなんか全然違いすぎて、なんか川沿いの街並みは結構インドに似てるっていうか、なんかそういう感じがあるんですね。でなんかなんだっけ、シャッターもこういうなんか網網のシャッターみたいな、わかりますなんかインドとかね、なんか発展途上国に行ったことがある人しかわかんないかな、ね、日本だとねこういうガラガラってシャッターですよね。それでバンコクすごい楽しくて、子供と一緒に遊べるところがあってね、素敵だなと思って。で前に行った時にすごい前なんですけど、泊まったホテルがあったんですね。なんかオールドバンコク風のアサダンってところなんですけども、すごい素敵なところで、なんか骨董に囲まれててね、ベッドとかもなんかなんていうんだっけ、柱4本柱あるベッドあるじゃないですか、なんかあんな感じのですごい素敵なところだったんですけども、もうクローズしてて、パーマネントでクローズしてて、なんか残念でしたね。あとなんか前にいた古民家風の博物館みたいなところもクローズしてて残念でした。で私いつも行くのが演劇があるんですね。タイの素敵な、それはなんか今回は行けませんでした、時間がなかったから。でもちょっと子供が大きくなったらまた行きたいですね。なんか舞台に水とか出てくるのすごくないですか？でもいっつも同じだから多分また何回も見たら飽きちゃうかもしれないんですけど、始まるまで周りでも遊べるんですね。テーマパークみたいになってて、でそのテーマパークでなんかいろんな工芸みたいなの見れるので、買い物もできるし、なんかちょっとミニディズニーランドみたいな、タイのディズニーランドみたいになってて、でタイの歴史とか、あとなんかいろんなことをねそう学べるっていうのかな、そういう演劇なんですね。それでそれを見て楽しかったんですけれども、この間っていうか10年前ぐらい。それも子供が大きくなったらねまた行きたいですね。